どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、明けましておめでとうございます。ついに2024年が始まってしまいました。学生の頃は年を重ねるごとにワクワクしていたものですが、社会人になってからは時が経つスピードに恐怖すら覚えます。怯えてても仕方がないので、今年も変わらず元気に動画投稿を続けてまいります。今年も何卒よろしくお願いします。そんな年明けですが、皆さんも正月は忙しいのではないでしょうか。正月は人通りも多くなり、車で外出するのも億劫ですよね。自分も今年は実家に帰ってゆっくりするくらいではないでしょうか。もしかするとその流れでどっかの初売りに出かけてるかもしれませんけど、皆さんはどんなお正月を過ごしているのか気になりますね。自分は基本的にインドアなんで部屋に引きこもっていることが多いんですが、去年から雪丸を家族として迎え入れたため、散歩には毎日出ています。それ以外は好きなアクアリウムに没頭しているわけですけれども、なんとなく同じことしてても正月は特別感を感じますよね。というわけで今回は今年一発目ということで、新年にふさわしいかどうかは分かりませんが、正月にちなんだ動画をお見せしていきます。題して、底辺アクアリストの正月アクアリウムの過ごし方。自分が何をして正月を過ごしていたのか赤裸々に告白していきます。それでは早速やっていくんですが、まずは流木の片付けから始めていきました。最近は動画投稿にばかり力が入ってしまっており、なかなか新しい水槽を立ち上げることができてなかったんですよね。なので新年一発目からレイアウト水槽を立ち上げようということで流木を選定し片付けようとなったわけです。最近全然流木メインの水槽を作ってませんでしたからね。というのもなんか石でレイアウトするより流木の方が個人的に難しいイメージがあるんです。流木の方が簡単という風潮がありますが、石の場合は水草を植えなくてもそれなりのディティールが組んだ時にわかるからやりやすいんですよね。上手かどうかは置いておいて。流木の場合は水草がどんな風に成長していくかを考えながら構図を組んでいかないといけないのが難しいです。それは石でも同じことが言えるんですが、レイアウトをセッティングする時のパッと見の完成度が違うんですよね。毎回流木を組んではみそぼらしく見えて、結局しっくりくるレイアウトにならなくて崩したりしちゃってます。これをちゃんと水草ありきで頭にイメージできたらいいんでしょうけど、そんな感じで流木でのしっかりしたレイアウトをしばらく作ってこなかったんですが、この前の福袋でも大量に手に入れたことだし、重い腰を上げて一丁やってみっかということで指導したわけです。ただそれにあたってとんでもない量の流木が家に散乱することになってしまいました。それを改善するべく、まずは整理整頓をしてからレイアウトに取り掛かろうと思った次第です。まずはカーテンを使ってないからこの上に置けるじゃんと思って無造作に置いていたカーテンレールの上の流木を取りました。撮影しようと思ったんですが、高さと配置の関係上難しかったので撤去後の状態。基本的にフリマで買った枝流木が多かったので重量的にはそこまで重くありませんでした。しかし枝流木の大変なところは収納するのに結構な幅を取ることです。塊状の流木であれば枝が折れる心配もないですし、できるだけ隙間を埋めつつコンテナなどに収納できるんですが、枝状の流木は結構入り組んでいる形状のためスペースが有効活用できないことが多々あります。かといってギッチギチにしようとすると枝が折れちゃいそうですし、取り出すときに知恵の輪みたいになって地獄絵図になります。というわけで今回は観念してホームセンターで買ったコンテナにはみ出してもいいから積み上げる形で収納しました。続いては福袋で買った流木たち。こちらは結構塊系が多かったので収納しやすかったです。こうやって見るとめちゃくちゃ大量にありますね。すでにコンテナ2つ分あるので一生かかっても使い切れそうにありません。でもあればあるだけいいじゃんと思って買ってしまうのがアクアリストの差がですよね。そろそろベランダがパンクしそうです。
さらにそこからもう一つ、もともとショップなどで買い漁っていた流木たちを同じ大きさのコンテナに収納しました。こっちは一つ一つがいい感じのものが揃ってるので、一群流木コンテナといったところでしょうか。今回はここの中から選んでレイアウトを組んでいきたいと思います。最終的に3つのコンテナに流木を収納することができたんですが、どれもコンテナの高さよりも流木がはみ出しているため、重ねて収納できないのが辛いところ。収納の基本は縦に積むことだと思っているので、ここら辺は要改善です。とりあえずは散らかった状態から脱却できたため、ちょっと仮組みしていきます。最終的に仮組みセットでこんな感じの流木を使いつつレイアウトをしていこうと決めました。若干ネタバレですが、まだ本組ではないので、立ち上げじゃまた違った感じになるかもしれません。いずれ出すと思うので楽しみにしててください。そんな感じでレイアウトセットが終わったんですが、以前動画でお見せした通り、福袋で大量購入したのは流木だけじゃないんですよね。本命は石で、合計 130kg の石を購入したんで、そちらの整理も大変でした。以前出した福袋動画を見てもらった方ならわかると思うんですが、段ボールの量が尋常じゃなかったんです。それを片付けるためには、まず石を選別してしっかりとしまっていかないといけないわけで、石の片付けとともに今回すべて処分してきました。近所のスーパーの駐車場にゴミ収集業者の段ボール回収コンテナがあるので助かりました。ちなみにその整理したベランダの石たちはこちら。先ほどのコンテナにぴっちりと種類別に分けております。3列になってめちゃくちゃスペース取ってますが、これでも結構頑張って並べたんです。正直一番下の石を取り出すときに腰言わす気しかしませんが、新年一発目からこれだけ整理できたのは清々しいですね。ちなみに先ほどの流木整理の映像からしれっと出ているこのコンテナ、折りたたんだりはできないんですけど、耐久性も抜群で数十キロの石を入れても大丈夫だから気に入っています。ホームセンターでいろいろ物色してようやくニーズに合った箱を手に入れられて大満足です。本当は ADA の木箱が欲しかったんですが、持ち上げるときに大変そうだし、利便性を考えるならこっちの方がいいので、結果的にこちらを選んで正解でした。そんな大量にある石はお見せしたように基本的にベランダに置いているんですが、一つだけ新たにレイアウトしたいと思って部屋に置いていたものがあるんですよね。それがこちら、風山石です。こちらもすでにコンテナに入った状態で申し訳ないんですが、福袋で結構買ったので、先ほどと同じコンテナに収納しました。この中には歴代の福袋で購入してきた風山石がすべて入っており、合計5から60キロの石がひしめき合ってます。こうやって見るとやっぱり風山石はかっこいい石ですよね。このコンテナに積み込まれている映像を見るだけでよだれが出てきます。一応レイアウトの構想はまだ考えていないんですが、流木レイアウトに添える石としても優秀ですし、これ単体でレイアウトしても様になるので、どちらのパターンでも使っていこうと思います。割と水質にも影響を与えない石なので、水草レイアウトにも向いているのではないでしょうか。風山石は形もいびつなのがないですし、比重も重く体積が小さいのでまとめやすかったですね。こんな感じで流木と石を正月にしっかりと整理することができて、しばらく停滞していたレイアウト意欲がムクムクと湧いてきました。こういうまとまった休みに腰が重くなる作業をしておくのはいいことですね。そして最後にやったのはこちらの作業、水上栽培ファームの管理です。この水上栽培ファーム、組織培養水草をダイソーのガラスポットにぶち込んでストックしておき、これからすべての水草を自給自足していこうという壮大な夢を掲げていたプロジェクトだったんですが、うまくいってるようであまりうまくはいってません。基本的に水草の種類に関係なくソイルを入れて管理しているため、しっかり育つやつと育たないやつがあるんですよね。あと途中うまくいってても長期保管しておくと溶けが始まって気づいたら全滅してたり、
おまけに同じ種類でも組織培養の状態によっては成功する時と失敗する時があるので、ロマンはあるけど結果的に使いたい時に買った方が絶対安上がりだったよねってなってます。まあ最近はレイアウトに使うというよりは水草自体をコレクションすることが目的になっている部分があるので、それはそれでいいんですけどね。ただ失敗しては植え替えを繰り返したりしてると時間もかかりますし、おすすめするかと言われれば微妙なところ。それもこれもこんなに大量にストックしてるからなので、10個くらいまでならいいと思います。今回も結構ダメになっていた水草や調子が悪くなっている水草が出ていたので、正月にそれらのものをすべて撤去し空にしました。救出できる水草はまだ使えそうなものを水中に植栽し、種の保存を図っています。だいぶ空いたので、これでまた新しい水草をストックすることができますね。ちなみに結構成功している水草もあるので、先ほど言っていた悪い話だけではないというのはお伝えしておきます。こんな感じでだいぶ前に買って保管しているラゲナンドラなどもガラスポット内でいい感じのサイズで維持できているので、どちらかといえば成長の遅い陰性水草がこの管理には合ってますね。ダメになった水草を整理した後はいつもの霧吹きで水を供給していきます。換気もたまにしているんですが、虫が湧く心配があって頻繁にはしてません。年中25度前後で加温しているから季節問わず虫が湧く恐怖に怯えております。というわけでいかがだったでしょうか。今年の正月も当たり前のようにアクアリウムにかかりっきりで、個人的には楽しく過ごせました。一回こういう作業をやり始めると興が乗って最後までやれるので、まとまった時間を取れたのは良かったです。基本部屋の汚さは全ての作業に対するモチベーションを下げてくるため、これでようやく本腰を入れて動画やレイアウト水槽作成に力を入れられると思います。皆さんも休みに合わせて整理整頓などしてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。